今日は週に一度パラグアイの首都アスンシオンにあるショッピングマリスカル・ロペスで開かれる市アグロショッピングで見つけたバナナの葉っぱで包んだ料理アジャカを紹介しましょう。特にクリスマスから年末年始にかけてベネズエラで食べられる伝統料理だそうです。1つ28,000グアラニで売っていたのを4つ買ってきました。ボリュームがあるので1人1つで十分でしょう。蒸すか電子レンジで温めて食べるようにということだったので蒸すことにしました。パラグアイにもベネズエラ人がたくさん移住してきていて、このように本場のものを味わえるなんて感謝です。ベネズエラの食べ物で、アジャカバナナの皮に包んでます。Ok, para calentar la yaca tiene dos opciones: en agua hirviendo durante 10 minutos una vez que comienza a hervir el agua, o 4 minutos en microondas por hallaca. Sí, gracias. A su orden. はい、買ってきたアジャカを蒸します。これで10分間蒸します。アジャカは年末になると親戚一同が集まって一緒に作って食べる日本のいわゆるおせち料理のようなものでしょうか。アジャカを作るには2日くらいかかるそうで、1日目は中に入れるギソを作ります。ギソは牛や豚、鶏などの肉類と玉ねぎ、ピーマン、ネギ、ニンニク、唐辛子などの野菜類を一緒に煮込んでカシューナッツを入れたり塩コショウ、オレガノ、クミンなどで味付けして作ります。そしてマサというギソを包む生地も準備します。マサはトウモロコシの粉で作るのですが、普通なら薄い黄色い色を鮮やかな黄色に仕上げるためオノートという色素を混ぜるそうです。2日目はバナナの葉の上にマサを敷き、その上にギソとオリーブ、ケイパー、レーズン、ゆで卵などをのせ、マサごと葉っぱで包んで縛り、鍋に入れて1時間くらい煮込んで完成のようです。はい、出してみましょう。中にギソが入ってますね。卵も入ってて、黄色いマサですね。タンパク質も野菜も炭水化物も全部入ってる栄養バランスが優れたベネズエラの伝統料理です。キューバ東部やコロンビア、エクアドルなどでも食されてるみたいですね。さあ食べてみましょう。バナナの皮が包んである。
一口食べて。美味しい。ここで世界の視聴者様にお願いがあります。世界中に視聴してくださっている方がいるというこのチャンネルの特徴を生かした企画を考えてみました。それは皆様の国の得意料理を昭和レシピチャンネルで紹介するということです。アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、インド、オセアニア、日本、あらゆる国の料理を募集します。そのために皆様が得意の料理を作っている動画を送っていただけないでしょうか。データは長さ自由、編集未編集どちらでも構いません。詳細は概要欄に送先アドレスとともに記しておきます。チャンネルが成長したらいつか私も皆様の国へ行って直接料理を紹介したいと願っていますが、皆様方の協力どうぞよろしくお願いいたします。美味しいですね。外側の黄色いのはマサといってトウモロコシで、中にはギソという野菜と肉を煮込んだものと、それにオリーブとかケイパーとか玉ねぎとか、ベネズエラの伝統料理。冷凍庫に入れると長期保存も可能で、食べたい時に取り出して蒸せば良いですね。このアジャカは牛肉が使われているようです。初めて食べましたが栄養バランスが優れていて大変美味しい料理、腹持ちもよく満足でした。一緒にパクチーのコンソメスープも作りました。美味しかったです。ごちそうさま。この昭和レシピチャンネル、ベネズエラの視聴者様からも嬉しいコメントをたくさんいただきました。いつか訪れてその他のベネズエラ料理も食べてみたいですね。それでは昭和レシピチャンネルではいろんな国のクリスマス料理、これからも紹介していきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。Nos vemos. チャウチャウ。